皆さんこんにちは、イグです。今日は先日、レトロ印刷ジャムさんの紙物週刊春で購入した0円だった紙くずを使ってこちらのゴム印入れを作っていきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いください。はい、ということでですね、たくさんの紙物を紹介した動画があったんですけど、私だったらこういうのこれを作りたいなみたいなコメントをいただきまして、その中にゴム印入れというのがあったんですね。いつもね、その方はアイデアをたくさんくれる方なんですよ。いつもありがとうございます。今回も私もやらせていただきました。ですね、ゴム印セットアップによく使うんですけど、ゴム印センターというお店で私はゴム印をねよく作っているんですが、ここに全部今のところ一応全部まとまってるんですけど、ここの隙間のここにね、曜日の月火水木金土日の漢字のやつが入ってたんですよ。だけどこれちょっと取りにくいところに置いてありまして、体をひねんなきゃ取れないところにねあったんですけど、このちっちゃい日付印なんですけど、これちっちゃい日付印とこの曜日のゴム印ってめちゃくちゃもうほんと毎日使うし、1日2回3回ぐらい使うんですね。その度にめんどくさいなって思ってたから、これだけのゴム印入れが欲しいなって思って作ってみました。全然設計とか関係なく、ただこの厚紙を切って四角にするにはちょい足りないかなと思ったから三角にしてみたら、もうめちゃくちゃ可愛いのができたんですよ。私のシールも相まって。こちらのシールはクリエイターズサーカスさんのねあのシールたちなんですけど、すんごい可愛い。しかも厚紙なんで、はがきぐらいの厚紙なんで割と丈夫。底面が汚れたら変えればいいかなぐらいの感じです。でこれが結構重いから、これだけ残ると倒れちゃうんだけど、曜日ってその日は1個しか使わないじゃない。だからまずこれをポンと押して、一つこれを取ったぐらいでは全然倒れないので、かなりいい感じのができました。これ深すぎても取りにくいし、浅すぎるとまたね倒れちゃったりするんで、この高さがちょうどよかったなと思って。で、ちょっとだけ底面にこう折り込んで底を作ってるので、この幅よりちょっと短くなるんですけど、これより高いの作りたい方はこの幅がもうちょっとある紙というか画用紙を使えばいいかなと思います。私のまぐれで出来上がったこの三角のねゴム印入れを紹介したいなと思います。で使うのは、シールはお好みですね。シンプルにしたければマステじゃなくてメンディングテープとかセロハンテープとかでやればいいし、派手にしたければマステ、もう全部マステでくるってやってもいいし、空いたところにこうやってシールを貼ってもいいし、そこはお好みです。本気でやりたい方はラインストーンとか貼ってもいいんじゃないですか。キラキラ可愛いね。で、私はマステを使ったんですけど、使うマステの幅はこのサイズの箱だったら中間の幅がおすすめです。太すぎるとねシールを貼る場所がなくなると思うんですよ。全部マステで囲いたいっていう人は全然太いのでいいんですけど、で普通のいわゆるマスキングテープという感じの太さだとちょっと外れちゃうかなって思うんですよね。くっつく面がこの半分になるわけなので、ちょっと頼りないかなと思ったんで中間の幅のものを使いました。で必要なのはハサミとマステと画用紙のみでございます。でいっぱいあるんでね、使ってやっていきましょう。こういう工作が得意な方はもっといいアイデアあるだろうみたいな感じかもしれないんですけど、私みたいな工作初心者でもできるやつご紹介しますので、ぜひ皆さんもやってみてください。この大きさによって全然四角にもできるし大きくもできるしって感じだと思います。で私はこれ四角にするとさ、こ
これを四角にするとなるとちょっと入れるところがね小さくなるでしょ。こんな感じでさ、小さくなるっていうか入りにくくなる、これがあるからさ、なので三角にしました。すっごい三角にした結果ちょうど良くなったんだけど、入れるハンコの量にもよりますよね。で今回三角で作っていきます。まずこれ3等分、めちゃくちゃ本当に適当に折ったんですよね。どうなるかなって思いながらやったんですよ最初。でちょっと均等にいかなかったわ。まぐれでこれ均等に折れたの。正三角形に折れたんだけど今ここ足りなくなっちゃった。足りなくなると二等辺三角形になりますけど、均等にしたいな。ちゃんと測るといいですよ。長さを測ればちゃんとね均等にはできますので。こんな感じです。で、まずここを止めてしまいます。計算式とかができる方はもっとね効率いいやり方あるかもしれないんですけど、まずここを止めちゃいます。私はもう行き当たりばったりで作る人なので。でここは底面になるので、もうちょっとか、このぐらいか、その分はいらないんですけどね、形を作ります。最初にちょっと折り目がおかしくなっちゃったんだけど、でだいたいここまで切りますね。もうめちゃくちゃ大体すぎるんだけど折ります。折るんだけど、ここそのまま折ったらね、ここ余る余る紙が出てくるので、余るところは切ります。ね、めっちゃ行き当たりばったりでしょ。こんな感じでね。ここも折ると余る。ここも折ると余る。はい、そしてここを止めて完成。すごくない行き当たりばったりでやったにしてはすごい頑丈な可愛いものができたので、うわ、これはすごい簡単だしすぐできるし、ちょっと余ってるゴム印、あとちょっとなのに入らないなっていうゴム印が一気に整理されて、これはいいなと思ってね紹介しました。どんどん増えるからね、ゴム印は。几帳面に手帳を書いている方ほど増えるよね。はい、できましたので、ここをもうマステで留めていきます。ここ気になる方はこうピーって留めてもいいかもね。私はボロボロになったらもうその都度作り変えればいいかなっていう感じで作っております。まず紙がいっぱいあるからさ。でここも留めてシールを貼って完成。辺よりちょっと長めにマステを使っています。自分のお気に入りのマステを使うとテンション上がるよね。でもういつも毎日いっぱい使うハンコがこれだけに収まったので、あとは習慣とかね、1週間に1回とか使うハンコになるかな。
毎日何回も使うハンコを手が届くところに置いておけるっていうストレスがすごく減りましたね。これでいちいちこう体をひねって取っていたハンコが手に届くようになったので、私のウエストは増えていくでしょう。ここ1個貼ってないのか、まあいいやでしょ。でここ3つシールを貼る場所があるので、なんかお気に入りの可愛いシールを貼ったりしましょうかね、せっかくあるから。ここ角をまたいでしまうと剥がれちゃうかなと思って、またがない大きさのちっちゃめのやつを貼ったんですけど、まあじゃあ動物さんになるわな。ハグ、ウサギ、この辺かわいいよね。これダイソーさんのでしょ。猫、クマ、これもかわいい。ちょっとこれアイヌなんだけど緑のマスで使ったから、緑の動物羊さん、キツネ、少し前にマインドウェーブさんで買ったんですよね。こういうのをさ、貼ってかわいい。同じ紙使ってるのでサイズは一緒です。そしてなんとこれを何個も作ることでいっぱいこうつなげて六角形にもなるというね、最高最高に楽しい工作っていうのをこの間発見して、これは簡単すぎるから紹介しようと思ってたんです。もうちょっと長い厚紙、普通ねこの切れ端の厚紙なんて持ってないと思うんで、普通の100均とかの厚紙だったらもっとこう長いでしょ。それを使うと全然この辺のゴム印が全部バーって入る素敵なケースができるかもしれない。やっぱりいつも使うものだけどいつもなんか不便だなって思ってるものは改善できるよね。今これお気に入りで使ってるけど汚れたらこれ使おう。今特にここに入れておくようなハンコはないかな。このちっちゃいやつね、これも1ヶ月に1回だしな、使うの。このショートタイプのハンコだと逆にこれじゃなくてこっちの方が楽でしょ。でこの辺も1ヶ月に1回とかしか使わないんで入れる必要はないんだけど、ちょっと3つ4つぐらいしか入らないね、この太さだとね。もうとにかく毎日使うこの日付と曜日のハンコをねどうにかしたかったんですよ。これだけだとちょっと不安定だけどどうにかしたかったんでございます。満足、かわいい。よしということでですね、ちょっと時間が余りそうなので雑談だけさせていただきたいんですけど、この間の動画でこのねペンケースどこのですかって聞かれたっていう話をして、分かりません、私はセカストで100円で買ったんですっていう話をしたんですね。で画面をスクショして画像検索したら分かるかもって言ったんですけど、編集中に私もやってみたんですよ。そしたらやっぱ出てきて、このくまさんのグッズが何個かね出てきたんですよ。めちゃくちゃ高かった。4000円ぐらいしたんですよ。高っと思って、それ100円で買えたってことですごいゆうさんいつもセカストで掘り出し物めちゃくちゃ見つけますよねって書かれたんですけど、確かにそうかもしれない。あんまりないんですけどね、こっちのセカストも田舎なので、お友達がよくねセカストで手帳買ったってよく言うんですよ、革の。でこっちのセカスト全然そういうのないんだけどって言ってて、その人はねよく手帳を見つけるんですけど、手帳とか万年筆とか見つけるんですけど、私の方のセカストにはそういうのはめったになくって、掘り出し物って言ったら本当に可愛いから買ってみたら実はすごい高かったとかね、そんな感じです。アシュフォードのミニロクの手帳が4000円で出てるのは知ってる。ずっとショーケースに入ってる。だけどすごい気になってるんだけど留め具がついてないタイプだから
ちょっとなって思ってます。で同じショーケースにね、またこれもずっと入ってるのがこれね、この釧路ルサマイ橋の万年筆これがねずっとそこのショーケースに入ってるんです。誰か買ってあげてよって思いながら眺めているところでした。なんでこのクマさんにもね名前があったのよ。名前があって知ってるよっていう方もいたんです。グラットンベア、グラットンベア、これの名前だ。グラットナスって読んだけどグラットンベアって読むんだって。そうカタカナで出てきた。ちゃんと画像を検索したらグラットンベアっていうキャラクターで、すごい作家さんのなのかな、すごい高かったです。知ってるっていう方もいてびっくりしたんだけど、やっぱ知ってる方は知ってるんですね。そうカタカナでもしよければグラットンベアって検索してみてください。なんかポーチだけじゃなくていろいろグッズがあって可愛いんだけどね可愛いんだけどちょっと手が出ないですっていうぐらいの価格するんだよね。はい、ということで今回はこちらのゴム印、よく毎日何回も使うゴム印をいちいちゴム印ケースから取るのがめんどくさいのでっていう理由で作ってみたゴム印入れケース、タダでいただいた画用紙を使って作ってみたらめちゃくちゃ可愛くできたので作り方をご紹介してみました。もう小学生でもできます。使うものは画用紙とハサミとマステとシールぐらいなので危険度も低いぜひ紙物工作してみてください。ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。したらまたね。バイバイ。バイバイ。